ユニコーンガンダムの系譜。 RX-0 ユニコーンガンダムは小説及びアニメ機動戦士ガンダムユニコーンに登場した機体で、主人公バナージリンクスが登場しました。またユニコーンガンダム2号機バンシーやバンシーに各種アームドアーマーを装着した形態、そして機動戦士ガンダムナラティブなどで登場する3号機フェネックスやペルフェクティビリティなど様々な派生機体も登場しています。さらにパーフェクトグレード60分の1ユニコーンガンダム発売時に第3の形態であるデストロイアンチェインドが追加され、各所でその姿を披露しています。今回はそんなユニコーンガンダムシリーズについて解説させていただきたいと思います。人間だけが神を持つ今を超える力、可能性という内なる神を。1、ユニコーンガンダム1号機。本機は機動戦士ガンダムユニコーンの主役機体として登場しました。 UC 計画の一環で開発されたユニコーンガンダム0号機とも呼べるシナンジュスタインを用いた検証の先に開発された機体で、本来はカービアス・ビストの意思で袖付き2乗とされるはずでしたが、その息子であるバナージリンクスが登場し、ラプラスの箱の謎に迫っていきました。武装としてかすめただけで敵機を撃墜できる高火力のビームマグナム、ビームサーベル、東部バルカン砲、ハイパーバズーカといった標準的な兵装を持ち、シールドはアイフィールドを発生させることが可能なほか、本来はクシャトリア用のビームガトリングガンを持ちます。 NTD を発動したデストロイモードに変身することで、操縦系はパイロットの脳内操縦イメージを機体に直接反映させるインテンションオートマチックシステムへと変わり、性能が大幅に向上します。当初は NTD 発動時に赤く発光していましたが、後半でサイコフレームが最大強振した際には緑色に発光し、バナージの元に駆けつけたり、ネオジオングを破壊する強度を誇る描写も見られました。君に託す、なすべきと思ったこと。また UC エンゲージでは新ストーリークロスオーバー UC エンゲージにおいて、加藤木はじめ氏によってデザインされた新装備ハイパーメガランチャーを装備したユニコーンガンダムが登場しているので、ガンダムユニコーンの物語に新たな展開が見られそうです。なおこの新装備についてネットではバーチャロンかよといった意見も見られます。これはセガのゲーム電脳戦記バーチャロンに登場する主役機テムジンシリーズの武装スライプナーにデザインが似ているところから来ているようで、テムジンも加藤木はじめ氏がデザインされた機体なので似ていても不思議ではありません。ちなみにスライプナーは変形してライフルやソード、ランチャーからサーフィンといった形状まで変化するのですが、ユニコーンガンダムのハイパーメガランチャーにも隠しギミックがありそうです。2、フルアーマーユニコーンガンダム。本機はユニコーンガンダムに武装を追加した最終決戦装備となります。バナージの友人タクヤイレイが考案した形態で、ビームガトリングガン6丁、ハイパーバズーカ2丁、グレネードランチャー、3連装対艦ミサイルランチャー、3連装ハンドグレネードユニットを両腕両足に搭載した姿で、モビルスーツ短期での最大級の火力を手に入れています。機体重量の増加による機動力低下に対応するため、背部に94式ベースジャバーのスラスターを転用したプロペラントタンク兼用大型ブースターユニットを備えています。最終決戦では圧倒的な弾幕を形成して敵の戦線を崩して突破口を切り開いていきます。使用済みの武装を次々パージして戦っており、プロペラントタンクを切り離して攻撃に使用する描写も見られました。なおマスターグレードフルアーマーユニコーンガンダムバージョン過渡期ではサイコフレームを内蔵したハイパービームジャベリン、別名アームドアーマーハイパージャベリンが装備されており、テレビ版機動戦士ガンダムユニコーンリ0096のオープニング映像内で登場しています。あらゆる追加武装を施したユニコーンガンダムの兵装強化仕様。3、光の結晶体。こちらはユニコーンガンダム1号機がアニメ版機動戦士ガンダムユニコーンで最後に変貌した形態となります。当初は新ユニコーンガンダムという仮称で呼ばれており、媒体によってユニコーンガンダムサイコシャードやユニコーンガンダム結晶体バージョンなどとも呼ばれています。バンシーノルンとの共闘でコロニーレーザーを減衰させた際に、ユニコーンガンダムとバナージの親和性が極限まで高まったことで、サイコフレームから結晶状の疑似サイコフレームサイコシャードが発生した姿であり、人工物を分解することが可能なので、地球圏の全兵器を使えなくすることも可能なほか、
過去に戻って争いそのものをなくすこともできるユニコーンガンダムの究極の姿とされています。劇中では時を巻き戻し、モビルスーツの核融合エンジンが組み立てられる前の状態に戻すという超常的な現象を引き起こしました。俺もお前もまだこの世界でやることがたくさんあるはずだろう。4. バンシー。バンシーはユニコーンガンダム2号機であり、1号機の空間機動性能をフィードバックして調整された機体です。ライオンのたてがみをモチーフとしたデザインで、小説版では頭部アンテナや色合い以外は武装を含めて1号機と同様の形状でしたが、アニメ版では視認性を考慮して襟元が金色の装甲となっています。アニメ版では右腕に射撃兵装アームドアーマービームスマートガン、左腕に格闘兵装アームドアーマーバイブロネイルを装備しており、再調整が施されたマリーダ・クルスが登場します。1号機との激闘を繰り広げたほか、デルタプラスを切り裂きますが、その後リディによって回収されました。なお、漫画版である機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネでは、ユニコーンモードのまま、デルタプラスとの戦闘を行うなど、アニメ版とは異なる展開を見せています。ガンダムは敵。5. バンシー宇宙世紀0095バージョン。こちらはガンダムフロント東京の限定イベント上映作品機動戦士ガンダムユニコーンワンオブ72に登場した機体です。小説版準拠の襟足のデザインとなっていますが、右腕にアームドアーマーバイブロネイルを装備し、左腕にはビームマグナムを持ちます。これは機動戦士ガンダムユニコーンの舞台の前年である0095にアナハイムエレクトロニクスのマーサビストカーバイン指揮のもとフェネクスとの合同評価試験に参加したという設定で、袖付きのニュータイプ専用機リバウやフェネクスと交戦する様子が描かれています。なお、この戦闘で胸部を破損したことから、アニメ版の金の襟足パーツに回収されるというアニメ本編へとつながる内容になっています。6. バンシーノルン。本機はアニメ版機動戦士ガンダムユニコーンに登場した機体となります。デルタプラスを破壊されたリディがバンシーを回収し、両腕のアームドアーマーを外した代わりにシールドを強化するアームドアーマーディフェンスエクステンションと機体とパイロットの親和性を高めるアームドアーマーゼノコネクトを装着し、ビームマグナムにリボルビングランチャーを搭載した姿です。アームドアーマーディフェンスエクステンションを背面にマウントしてブースターとして使用した際には、デブリ宙域を圧倒的な速度で移動する様子が描かれています。バナージとの戦いの中で NTD を発動して戦いを繰り広げ、最終局面ではリディと呼応してサイコフレームが緑色に輝き、ユニコーンガンダムと共にコロニーレーザーを防いでいました。俺を笑いに来たのかお前は。7. ユニコーンガンダム3号機フェネクス。本機はガンダムフロント東京の限定イベント上映作品機動戦士ガンダムユニコーンワンオブ72に登場した機体で、不死鳥がモチーフとされており、翼を思わせる頭部アンテナを持ち、背部にアームドアーマーディフェンスエクステンションが2機搭載されています。アナハイムエレクトロニクスが開発した1号機と2号機とは異なり、それらのデータから連邦軍が独自に組み上げた機体となっています。サイコフレームが青く輝く本機は、リバウトの交戦中、NTD のリミッターが解除され、暴走してバンシーとの戦闘になり、連邦軍の戦艦エシャロットのブリッジを破壊した後に行方不明となりました。なお、この物語は小説機動戦士ガンダムユニコーン不死鳥狩りへとつながっていきます。また漫画機動戦士ガンダム宇宙世紀0096ラストサンではデストロイアンチェインドになり、ガンダム G ファーストと戦闘を繰り広げる様子が描かれ、さらにアームドアーマーゼノコネクトを装備する姿も描かれています。8. ユニコーンガンダム3号機フェネクスナラティブバージョン。こちらはアニメ機動戦士ガンダムナラティブに登場したフェネクスとなります。フェネクスのアームドアーマーディフェンスエクステンションに鳳凰の尾をイメージしたペール状の姿勢制御用スタビライザーが追加されています。ガンダムナラティブの作中では連邦軍の戦艦エシャロットを破壊した事件がこちらの装備で描かれています。魂としてフェネクスと一体化したリタベルナルがパイロットとして登場しており、サイコフレームの力によって推進剤なしで動き、光の速さと評される機動力を発揮します。アームドアーマーディフェンスエクステンションにはメガキャノンが内蔵されていますが、本機はこれを使用しておらず、遠隔誘導して質量兵器として使用したり防御に使用したりしていました。また
手のひらからサイコフィールドを放ち、触れると人工物を分解するという超常的な力を持ちます。最終的にヨナダシュタが操縦して、セカンドネオジオングと戦いを繰り広げました。次に生まれ変わるとしたら、私、鳥になりたいな。9. G フェネクス。本機は、ガンダムフロント東京で限定イベント上映された映像作品、ガンダム G のレコンギスタ、フロームザパストトゥザフューチャーに登場した機体です。G のレコンギスタの登場人物である、キャピタルアーミーのマスク大尉が登場しました。これは、宇宙世紀の先とされる G のレコンギスタの暦、リギルドセンチュリーにおいて、モビルスーツの技術が記された、ヘルメスのバラの設計図に記載されていたフェネクスのデータから開発された機体となります。黒のメタリック色を基調とした本機は劇中で、トワサンガで GR ケインと交戦し、マスクの怒りに呼応してデストロイモードを発動した後には、救援に来た G セルフとも戦いを繰り広げています。あの機体、ヘルメスのバラの設計図のオリジナルか。10. フルアーマーユニコーンガンダムプラン B。 こちらはトレーディングカードゲームガンダムトライエイジに登場した機体です。アームドアーマーの存在を知った拓也が考案したもう一つのフルアーマープランであり、ユニコーンガンダム1号機の背部にアームドアーマー XC とアームドアーマー DE を搭載し、右腕にアームドアーマービームスマートガン、左腕にアームドアーマーバイブロネイル、そして携行武器のアームドアーマーハイパージャベリンというアームドアーマーを全種類装備した形態となります。11. ユニコーンガンダムペルフェクティビリティ。こちらはフルアーマーユニコーンガンダムプラン B のアームドアーマーディフェンスエクステンションにナラティブ版フェネクスのアームドアーマーディフェンスエクステンション同様のを思わせるスタビライザーを追加した形態となります。機動戦士ガンダムユニコーンのブルーレイボックス版発売に合わせて特別映像が制作されました。アニメ本編のフルアーマーユニコーンガンダムが出撃するシーンのように、バナージがネールアーガマを発艦し、ネオジオングと交戦する様子が描かれています。ガンダム、俺に力を貸せ。12. ユニコーンガンダムペルフェクティビリティディバイン。本機はペルフェクティビリティに、さらにフルアーマーユニコーンガンダムの火器類やハイブブースターユニットを追加した形態となります。アクションフィギュア、ロボット魂向けに設定された仕様であり、ハイパーバズーカにグレネードランチャーとビームガトリングガンを接続したハイパーバズーカプラスを装備し、さらに2丁のビームマグナムも装備しています。本機も同じく拓也の発案とされており、戦闘シミュレーション上はバンシーとフェネクスの2機を相手にしてもバナージなら前線できると思われるという設定を持ちます。余談ですが、小説版機動戦士ガンダムユニコーンによると、ユニコーンガンダム1号機はアナハイムエレクトロニクスと出資元のビスト財団が開発した際の名前は RX0 ユニコーンであり、ガンダムはあくまであだ名であるとされています。ということで以上、ユニコーンガンダムシリーズについての紹介でした。他にもカラーバリエーションを含めると無数に登場し続けている機体でもあります。皆様はどの形態やカラーリングがお好きでしょうか。ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。おお、次から次へとうじゃうじゃと。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。